大変。子供が倒れてる。そんな声が商店街に響き渡った。集まる人たちの間をかき分けて中心に来ると、そこで倒れているのは俺がバイトをしている店の常連の少年だった。名前を呼ぶが、彼は俺の呼びかけに反応しない。駆けつけた彼の母親の声も届いていないようだった。大丈夫だ。俺がついてるからな。諦めるな。少年の母親と一緒に声をかけながら、俺は今できる処置を施す。すぐに来た救急車の中でも、俺は救急隊員に彼の病名とかかりつけの病院、それから俺が見ている間に起きていた症状を伝えた。あなたは一体、救急隊員への説明を終えた俺に顔を青くして少年の手を握りながら不思議そうに少年の母親が訪ねてくる。そんな彼女に自分の正体を明かした俺は人生最高難易度の局面に戦いを挑む。少年から学んだ諦めない姿勢を胸に抱きながら、とある商店街の一角、手書きで菊浜ゲーム店と書かれている汚れの目立つ看板を掲げている店が俺、榊原康八のアルバイト先だ。店は築100年と言われても納得してしまいそうなボロボロの木造建築。中に置かれているゲームソフトやハードは売っているこっちが驚くほどの低価格で売られているものの、店の中は毎日閑古鳥が鳴いていた。そりゃ、こんな見た目がボロボロの店になんて新規の客は入る勇気ないだろう。俺は子供の頃に母親に連れられて入ったことがあったから平気だったけど、この店は店長の趣味でやっている。だから売り上げは全然気にしていないようだ。だけどバイトの俺は気にする。店長が出してくれるバイト代に見合うほどの働きを俺はここでしていないから。なので自主的に客の呼び込みを行っている。とは言っても、通りかかる人に声をかけるような真似はしない。店の外にディスプレイを置き、そこにゲームをつなげてプレイしてみせるのだ。自慢じゃないけど、俺はゲームが得意だ。俺の華麗な手さばきに、商店街を通りかかる人の何人かは足を止めてくれる。まあ、そこからさらに店に入ってくれる人は、ほんの一握りなんだけど、呼び込みなんてかっこいいこと言ったけど、8割ぐらいは俺の趣味だ。今日も店の掃除を終わらせた後、店先でゲームをプレイする。俺の操作するキャラが、襲い来る敵を日本刀でバッサバッサと切り倒していく。このキャラは、バラをモチーフにしているらしく、敵を倒すたびに赤い花びらが舞う。そういうおしゃれなところが受けているらしい。あと単純に、どのキャラクターも可愛かったり、美人だったりする。ボスを完璧な手順と操作で倒しきると、ゲームクリアの文字が虹色の光彩を放ちながら画面に現れた。本来なら爽快になるはずの場面だが、俺は虚しさを覚えていた。こんなところで、こんなことをやっていいのだろうか、俺は。すげえ！不意にそんな黄色い声が聞こえて振り向いた。そこには子供が一人いて、キラキラと目を輝かせながらゲーム画面を眺めている。可愛い顔立ちだから女の子だろうか。でも男の子にも見える。ショートカットでズボン。ランドセルは茶色。最近は髪型や服装、持ち物の色なんかで精査をつけるのは良くないと言われているから、ますますわからない。首をかしげていると、その子供がぐいぐいと画面に近づいてきた。これ、百花精宝だろ？兄ちゃんすげえ強い。俺と言ってるから、男の子と断定する。たまに一人称が俺の女の子もいないことはないけど、そう。これはこの間発売された百花精宝の最新シリーズ。やりたいなら買ってね。もちろんうちで。あ、そういうわけじゃ。客じゃないなら帰った。売り上げに貢献しない客に用はない。唇を尖らせる少年に手で追い払う仕草をする。するとそこに一人の女性が現れた。清光？彼女を見て、俺は時が止まったかのように感じた。心配そうな顔で少年の元に駆け寄ってきたその女性は、それほど美人だったのだ。
周りに花が散っているかのような幻覚が見えてしまうほど。もう、勝手にどこかに行かないでちょうだい。ごめんなさい。少年が甘えたように女性にすり寄るのを見て、ああ母親かと合点がいき、同時に失望した。結婚してるのか。いやでも、こんな美しい女性を世の男性が放っておくわけないよな。すみません。うちの子が迷惑をかけて。その女性が頭を下げたので、俺は慌てて立ち上がる。いえいえ、とんでもありません。立ち寄ってくれて嬉しいなと思っていたところです。嘘つけ！さっき俺を追い払おうとしたくせに。じとりと俺を見上げる少年を睨み返す。すると、女性がクスクスと笑った。この日はそれだけで終わった。が、翌日、少年は再び現れた。さらに翌日、その翌日、と、少年は毎日菊浜ゲーム店に現れては、俺のプレイを見て、すげーだのなんだのと、喝采をあげる。そして決まって、俺にゲームを教えてくれというのだ。お願いだよ、ヤソハチ兄ちゃん。俺、ヤソハチ兄ちゃんみたいにゲームが上手くなりたいんだよ。少年、清光との出会いから1ヶ月。どうやら諦めが悪いらしい清光は、今日も店にやってきては、俺に頭を下げる。彼にゲームを教えてくれと言われるたびに、俺の小指が固まることには気づいていた。ダーメ。お前は小学生らしく、ゲームに費やす時間を勉強に当てなさい。勉強だって、ちゃんとやってるし。いつものやりとりだった。ならばいつも通り、俺のプレイをしばらく見てから帰るだろうと、高をくくっていたが、その日は違った。ああ、教えてくれるんなら、母ちゃんの手作りケーキをあげようと思ったのにな。その言葉に、思わずゲーム画面を停止させた。清光を見れば、してやったりという顔でニヤニヤ笑っている。この生意気坊主、と思わないでもないが、清光の母親。聖華さんの手作りケーキの魅力には抗えない。店長に行ってバイトを早退した俺は、清光の家にお邪魔することになった。清光との会話で知ったのだが、この子の家は母子家庭だった。清光の家は商店街から歩いて10分ほどの簡素な住宅街の中にある小さなアパートの一室にあった。清光の案内でお邪魔すると、ふわりと清潔な香りが鼻孔をくすぐった。部屋の中に置いてあるものは少なく、簡素な印象を与える。けど、綺麗だった。毎日掃除しているのだろうか。手入れが行き届いている。聖華さんは豆だなと感心した。それで、手作りケーキは、先にゲームを教えてくれないと渡せないな。清光は偉そうに腕を組んで、ふふんと鼻で俺を笑った。仕方なく、俺は清光の言うことに従う。清光が持っているゲームは、最初に彼と会った時に俺がやっていた、百花聖宝シリーズの一作目だった。プレイ時間を見れば、だいぶやり込んでいるらしいことが分かった。このステージのボスがなかなか倒せないんだよ。ああ、こいつね。こいつは必殺技の後に隙が生まれるから、それまでは防御に全振りしておいて、一気にドカンって倒すのが必勝法。時々アドバイスしつつ、清光が敵を倒すのを見守っていると、玄関で物音がした。あら？ヤソハチさん、いらっしゃってたんですか？驚いたように、帰ってきた聖華さんは目を丸くした。仕事着であるスーツ姿もとても素敵だ。あ、しまった。ケーキ忘れてた。不意に清光がそんな声を上げた。確かに、時計を見れば18時を回っていた。お邪魔したのが15時半頃だったから、2時間半もゲームに夢中になっていたことがわかる。もう、またずっとゲームしてたのね。仕方ない子。おやつは夜に食べなさい。それはダメなんだよ。ヤソハチ兄ちゃんにケーキあげる約束しちゃったんだ。そうなの？じゃあヤソハチさんも夕飯一緒にどうですか？その後ケーキをお出ししますから。そんな悪いですよ。遠慮しないでください。2人分も3人分も作るのは同じですから。じゃあ、せめて手伝わせてください。そうですか？ではお願いします。ゲームを教えに来てもらったのに、と文句を言う清光を置いて、着替えた聖華さんと台所に立つ。
彼女に指示をもらって肉や野菜を切っていく。まるで夫婦みたいじゃないかと内心ドキドキしていると、聖華さんがじっと俺の手元を見ていることに気がついた。あ、ごめんなさい。八十八さん、手先が器用だなって思って、この間ゲームをやっている人は手先が器用だっていうニュースを見たので、本当なんだなって感心しちゃって。そんな、器用なんかじゃないですよ。俺はじっと自分の両手に視線を落とす。視界の端で、聖華さんが俺に心配そうな目を向けたことに気づいて、慌てて顔を上げて笑顔を作る。でも、もしそうなら、清光くんも手先が器用になりますね。将来は何になるでしょうね。外科医、いや、何か物を作る人とか。すると今度は、聖華さんの顔に影が落ちた。これは、清光と仲良くしてくれている八十八さんだからお話しするんですけど、あの子、実は長くないんです。それは、どういう？病気なんです。脳に悪い腫瘍ができてて、取り除くのが難しいところにあるみたいで、これまでは薬とかで抑えてきたんですけど、でも、野菜を炒めている聖華さんの手に涙が一粒落ちた。私の夫だった人は、そのことを知ると面倒見きれないと言って離婚されてしまいました。子供が重い病だと知った途端に縁を切るような人だったなんて思ってなかったから、清光に申し訳なくて。だから、せめてあの子にはやりたいことを好きなだけやらせてあげたいんです。本当はゲームなんてって思うんですけど、でもそれであの子が悔いのない人生を全うできるなら。聖華さんはエプロンの裾で涙を拭う。それでも後から溢れるようで止められていなかった。聖華さんに、親にこんなにも愛されている清光を羨ましく思った。同時に彼女たちをどうにか助けてあげたいという気持ちも湧き起こってくる。俺も手伝います。清光くんが悔いのない人生を送れるようにするのを。それから、聖華さんのことも、もし辛いことがあったら、俺に何でも相談してください。俺じゃどうにもできないこともあるかもしれませんが、一緒に悩むことならできます。涙に濡れた聖華さんの手を取ってそう言うと、彼女は嬉しそうに顔をほころばせてうなずいてくれた。その後に食べた聖華さんの手料理と手作りケーキはとても美味しかった。清光が、どうして母ちゃんの目が真っ赤なの？と尋ねてきたが、それは玉ねぎを切っていたからだとごまかした。それから俺は、店に来る清光にゲームを教えるようになった。やるのはもっぱら、百花製法の一作目。清光が持っているゲームはこれだけだし、彼はこのゲームを最後までやりきりたいと言った。だから違うって。この面のボスの弱点は足だから。そんなこと言ったって、足ガッチガチにガードしてるじゃん。無理ゲーだよ。そんな悲鳴を上げながらも、清光がコントローラーを投げ出そうとしたことは一度もなかった。何度負けても敵に立ち向かう。俺は、そんな諦めの悪い清光に呆れて、思わずため息が漏れてしまった。清光さ、全クリしたいなら、このゲームじゃなくてもいいんじゃないか？百花製法の一作目って、超難しいってので有名なんだぜ。二作目以降は、ユーザーの声を聞いて難易度が調節されて、クリアしやすくなってる。なんなら、俺が最新版を買ってやっても、これじゃなきゃやだ。若干涙目になりながら、清光は俺を睨む。八十八兄ちゃん、俺の命が長くないことを知ってるんだろ？どうしてそのことを、と言おうとしたが、何も言葉が出てこなかった。ただ、驚いて目を見開くばかり。ケーキ食べに来たあの日、母ちゃん、泣いてただろ？その日から、八十八兄ちゃんの態度が変わったし、子供は意外と周囲の大人の変化に聡いものだ。清光を侮っていたことを内心で反省する。俺病気だし、勉強だって運動だって得意じゃない。ダメなところだらけ。でもだからこそ諦めたくないんだ。ダメだからって投げ出したらおしまいだもん。テストで100点取ることも、逆上がりができるようになることも、百花製法を全クリすることも、病気を治すことも、
全部やってみせる。強い意志を秘めた清光の目が、俺の胸を強く打った。彼は強い。折れたままの俺なんかよりも、はるかに。それに、このゲームは母ちゃんが初めて買ってくれたものなんだ。初めてボスを倒したとき、母ちゃんはすごく喜んで褒めてくれた。だから、どうしてもこれがいいんだ。うつむいてコントローラーを強く握りしめた清光を、髪がぐしゃぐしゃになるほど撫でる。よーし、わかった。なら、俺も最後まで付き合う。ただし、これまで以上に厳しくしごいてやるから、覚悟しろよ。そう言うと、清光はパッと顔を輝かせた。ああ、八十八兄ちゃんが父ちゃんだったらよかったのにな。その言葉、聖華さんの前で言ってくれないか？やだよ。八十八兄ちゃん、子供使って母ちゃんに取り入ろうなんてずるいよ。かっこ悪い。何よ。そんなことを言う清光にはお仕置きだ。生意気なことを言う清光を抱き上げて、その場でぐるぐる回転してやった。清光は楽しそうにはしゃいでいた。俺も清光のように諦めてはいけない。俺の抱えている問題をどうにかしないといけない。ただどうしても次の一歩が踏み出せずにいた。そうやって二の足を踏み続けていたある日のことだった。梅雨に入ったせいで毎日雨で天気も心もどんよりとした日が続いていた。清光とゲームをすること、それから時々様子を見に来る聖華さんに会えることが、俺の心に一筋の光明をもたらしている。が、今日はその清光が来ない。いつもなら、もうとっくに来ている時間なのに、学校で居残りさせられているのかもしれない。きっとそうだと、俺は自分にそう言い聞かせて、胸にすくう不安を追い払おうとしていた。その時、商店街の奥の方が、にわかに騒がしくなった。大変！子供が倒れてる！その声に、俺はすぐに立ち上がって、人だかりができている方へと走る。集まる人たちの間をかき分けて中心に来ると、そこで倒れているのは清光だった。清光！仰向けにして様子を確認する。呼吸はあるが、清光は俺の呼びかけに反応しない。清光？悲鳴のような声を上げて現れたのは、聖華さんだった。カバンをその場に落として、慌てた様子で駆け寄ると、清光を抱き起こそうとした。ダメです、聖華さん。むやみに動かさない方がいい。救急車を呼びますから、聖華さんは清光に声をかけ続けてください。指示してすぐに、俺は119番通報した。清光、大丈夫だ。俺がついてるからな。諦めるな。俺も清光に声をかけながら、できる処置を施す。救急車はすぐに来た。ストレッチャーで運ばれる清光に、聖華さんはもちろん、俺もついていくことにした。車内で、俺は救急隊員に清光の病名と、かかりつけの病院、それから、俺が見ている間に起きていた症状を伝え、今のうちに院長を呼んでおいてほしいことを伝える。八十八さん、あなたは一体。救急隊員への説明を終えた俺に、顔を青くして、清光の手を握りながら、不思議そうに聖華さんがそう尋ねてきた。が、その時ちょうど病院に着いたので、説明は後に回させてもらう。病院に入ると、俺が指示した通り、院長が俺たちを待ち構えていた。これは、一か八か、手術をするしかない。すぐにオペ室に運べ。清光の容体を確認した院長は、すぐにそう指示する。救急隊員とそばにいた看護師が、清光を運んで廊下を走る。聖華さんもそれについていった。俺は、院長に頭を下げた。お願いします。あいつの手術、俺にやらせてください。院長は眉を潜めて俺を見下ろす。何をバカなことを。ダメに決まっているだろう。医師として失敗したお前に、任せられるわけがない。院長の言葉に息が詰まる。そう。俺は以前この病院で外科医として働いていた。目の前の院長は俺の上司であり、父だ。だけど、俺はここで大きな失敗をして折れた。だから捨てられた。俺の家は、曽祖父の頃から、この病院の院長を継いでいた。だから当然、
俺も医者になることを強要、いや、期待された。父は厳しかった。俺がいくらテストでいい点を取ろうが、医者になるんだ。それぐらいできて当然だ。としか言わなかった。父に一度でもいいから褒めてもらいたいと。俺はがむしゃらに頑張った。だけど、本心では医者になんてなりたくなかった。他人の命に関わる仕事だ。そんな責任の重い仕事を俺が背負えるとは思えなかった。怖かったのだ。そんな相反する感情を俺が抱えていることに、母は気づいて心配したらしい。難関中学に合格した俺に、母はお祝いだと言って、菊浜ゲーム店に連れて行ってくれた。勉強ばっかりじゃ、息が詰まるでしょ。気分転換になると思うの。好きなものを選んでいいわよ。そんな母に戸惑いながらも、店長のアドバイスをもらいながら、当時、同級生の間で流行っていたゲームの最新作を購入した。やり始めて、のめり込んだ。こんなに楽しいと思えることがあるのかと感動した。溜まっていたお小遣いを使って、俺はいろんなゲームを買ってはそれに没頭した。そんな俺に、当然父は怒った。きっかけを作ったのが母だと知ると、母にも強く当たった。お前は、大病院の院長の妻だという自覚があるのか？そして、俺が中学2年になる前に、両親は離婚した。母は遠くにある実家に帰ってしまった。母は離婚の時に、俺には二度と会わないと約束させられたらしく、俺の前に姿を現すことは一切なかった。俺も、こっそり会いに行ったとして、もしバレて、父に怒られてしまったらと考え、そっちの方が怖くて、会いに行けなかった。母からの愛をもらえなくなった俺は、父に認められたいという願いを強くした。父が望む完璧な医者を目指してもがいた。比例するように、気晴らしにやるゲームにも、ますます熱中した。そして、俺は医者になった。父の望む通り、外科医だ。研修の時に他人に指摘されて気づいたのだが、俺はどうも手先が器用らしい。勉強以外はゲームに費やしていた結果だろう。そしてそれは、手術の時に威力を発揮した。他の新人外科医が手こずるような手術も、俺は難なくこなした。すると、手術を任せられることが増え、経験値がどんどん溜まり、外科医としてのレベルが上がる。3年もそうしていると、周囲から神の手だ、完全無欠の外科医だ、なんて、もてはやされるのが常になった。だけど、嬉しくなかった。父からは相変わらず褒められない。俺が手術をいくら成功させても、医者なのだから当然だ、と言われるだけ。そんなある日、俺はとある男の子の手術を担当することになった。手術に高度な技術を要する病気だったから、神の手を持つともっぱら噂の俺を頼ってきたのだ。診察に行くと、その子は携帯ゲームで遊んでいた。俺の小さい頃から大人気のゲームだった。お、それ、フィオーレモストロの最新作じゃん。え、先生知ってるの？もちろん、こう見えて俺、趣味はゲームなんだ。そんな会話を交わして以降、彼の診察に行くときは決まってゲームの話をした。時には攻略のアドバイスなんかも。先生、俺退院しても遊びに来ていいかな？先生にまだまだゲームのこと教えてほしい。手術当日、彼はそう言った。俺はもちろんとうなずいて小指を出して指切りした。だが、その約束は果たされなかった。手術はうまくいったのだが、彼はその後、目を覚まさなかったのだ。いくら検査しても何が原因なのかわからず、結局、そのまま息を引き取ってしまった。父には当然、ひどく怒られた。なぜ助けられなかった？ごめんなさい。けど、原因がわからなくて、何度も検査したんだけど。そうか。そんな言い訳をするのか。お前には失望した。目の前がぐらりと揺れたような気がした。患者を亡くしてしまったことと、父に失望されたことのショックで、俺の心はぽっきりと折れた。その日から、手術を任されても断った。こんな状態で、手術なんてできっこない。医者を辞めろ。もうお前は、俺の息子でも何でもない。
全く手術をしなくなった俺に、父はそう告げた。ああ、捨てられたんだ。そう悟った瞬間、世界が暗闇に包まれたような気がした。この病院で失敗したことを思い出して、足が震え始めた。父は厳しい目で、頭を下げる俺を睨んでいる。それも怖い。やっぱり、俺はダメかもしれない。八十八さん。不意に父の後ろから、聖華さんの声が聞こえた。思わず顔を上げると、目に涙を溜めた彼女と視線が合う。八十八さんも、清光のそばにいてあげてくれませんか？あの子はあなたが大好きなんです。あなたがいてくれたら、きっと清光も頑張れますから。聖華さんの言葉で、ゲームのボスを倒すことを諦めない清光の姿を思い出した。清光は今、自分の病気と諦めずに懸命に戦っている。俺が折れてどうする？顔を上げて、父の目をまっすぐに見つめる。冷たく俺を見据えるその目は怖いけど、それでも。俺は、父さん、あんたの望むような完璧な医者にはなれなかった。だけど、完璧な医者なんて、いや、完璧な人間なんて、この世にはいないんだよ。だからこそ、諦めちゃいけないんだって、清光から学んだ。あいつの戦いに、最後まで付き合うって約束したんだ。だから、頼む。あんたがうなずくまで、俺はここから動かないからな。父がたじろいだように見えた。厳しかったその目に、困惑の色が混じっている。そんなに言うなら、やってみなさい。ただし、失敗したら、お前の医師免許を剥奪する。二度と私の前に姿を現すな。そんなことにはならないよ。状況が飲み込めていない様子の聖華さんの手を取り、早足で手術室へ向かう。聖華さん、黙っていたけど、実は俺、医者なんです。え？清光の手術は俺がやります。必ず清光を助けます。手が強く握り返された。はい。私も、そして清光も、八十八さんを信じています。優しく微笑む聖華さんに勇気をもらい、俺は手術の準備に入った。宣言通り、手術は成功し、清光もほどなくして目を覚ました。あの時のようにならなくてよかったと、清光を抱きしめる聖華さんを見ながら、胸をなで下ろす。聞いたぜ、八十八兄ちゃん。すげえな。ゲームもあんなに上手いのに、医者だったなんて。俺に向かって清光がにっこり笑う。そんな彼から離れた聖華さんが、俺に向かって頭を下げた。八十八さん、本当にありがとうございました。このご恩は必ず返しますから。いえ、俺は医者として当然のことをしただけです。それに、清光や聖華さんにはこれまでたくさん助けてもらいましたから。照れる俺と涙ぐむ聖華さんを、清光がじっと観察するように見ていた。それから、意地の悪い笑顔を浮かべる。母ちゃん、俺、八十八兄ちゃんみたいなお父さんが欲しいな。その言葉に、俺も聖華さんも目を丸くし、顔を赤くした。清光お前、それ今言うか？言ってって頼んだのは八十八兄ちゃんだろ？お前あの時、断ったじゃないか。頬を両手で押さえていた聖華さんは、俺たちのそんなやりとりを見て破顔した。清光は、しばらく入院することになった。俺は医者に戻り、そんな清光の主治医を任されている。今日は、父の総会診の日。俺は先に清光の部屋に行って、やってくる父を待っていた。清光は、聖華さんが持ってきたゲームハードを病院のテレビにつないで、相変わらず、百花製法をプレイしていた。そばには聖華さんがいて、その様子を感心した声を上げながら見守っている。そろそろ院長が来るからやめろよ。院長はゲームが嫌いだからな。清光の返事は上の空だった。呆れていると、病室の扉が開いて、父が入ってきた。予想より早かったので、俺は焦ってゲームの電源を無理やり落とそうとした。やっちゃいけないのは分かっているが、そのままでいい。厳かにそう言った父は、俺にいくつか清光の容体についての質問をした。俺がそれに答えた後、うなずいて、ゲームが一段落ついて、コントローラーから手を離していた清光を見る。ゲーム、好きなんだな。
うん。いかめしい顔つきの父を気にしない様子で、清光が屈託のない笑顔を見せる。そんな清光の頭を、聖華さんが優しく撫でた。院長先生、私、この子にはこれからもやりたいことをやらせてあげようと思っています。八十八さんがゲーム得意で、それが神の手と言われるほどの手術の腕前につながっているのと同じように、何が武器になるかわかりませんから。そうですか。それだけを言うと、父は病室を出て行った。しばらくして仕事部屋に戻った俺を、父が院長室に呼び出した。相変わらず、父と対面するのは怖いので、行きたくないなと思いつつも入室する。ソファーに座るよう促されたので、その通りにした。すまなかったな。開口一番そんなことを言った父に、俺は思わず、と声を上げてしまった。俺は確かに、お前に完璧を求めていた。俺だって、完璧ではないのにな。感動は、取り消させてくれ。そういう父に、俺はおずおずとうなずいた。すると、父はわずかに表情を緩ませて、そっと息を吐いた。まさか、お前のゲーム好きが、外科医としての腕前に関係していたとは知らなかった。ゲームなど悪いものだと頭ごなしに否定して医者になることを強要してお前の人生をないがしろにしてしまった。今からでは遅いかもしれないが、これからは好きに生きなさい。医者が嫌ならやめてもいい。院長にだってならなくてもいい。俺はお前のためと思っていろいろと言ってきたが、結局は自分のため。自慢の息子というレッテルが欲しかっただけだったって気づいたよ。俺はお前の本当の良さを潰していたんだな。俺は思わず首を横に振った。俺、嫌じゃないよ。確かに昔は医者になんてなりたくなかった。けど、今は医者として働けてよかったって思ってる。すごく充実してる。だから、俺は続けるよ、医者を。そうか。父が微笑んだ。初めて見る表情に、知らずのうちに涙がこぼれ落ちる。八十八、今度、お前のおすすめのゲームを教えてくれ。脳のトレーニングにいいらしいな。それから、妻に、お前の母さんに会いに行こうと思う。お前も来てくれないか。母さんに？ああ、謝罪しようと思っている。それと、立派になったお前を会わせてやりたい。立派になった。その父の言葉に、ますます涙が溢れた。俺は父に向かって何度も何度もうなずいた。胸が詰まって声が出なかった。そんな俺を父は温かい目で見守ってくれていた。母のところに行くのは清光が退院してからということになった。俺も父も清光の容体が心配という点で意見が一致したのだ。そのことを清光の見舞いに来た聖華さんに伝えると、彼女は恐縮した様子を見せた。清光のことを気にかけてくれてありがとうございます。でも、お母様には申し訳ないわ。大丈夫です。母には仕事が一段落したら会いに行くと先に伝えてありますから。これだけでも十分な進歩なんですよ。うちにとっては。母さんってば電話口で泣いてたし。軽い調子でそう伝えると、聖華さんはクスクスと笑った。それから空っぽのベッドを見る。ところで、清光ったらどこに行ったのかしら。八十八さん知りませんか？知っている。が、聖華さんに言うわけにはいかなかった。言ったら、俺と清光で立てた計画が台無しになる。俺は一つ咳払いをすると、居住まいを正した。そんな様子の俺に、聖華さんは緊張した面持ちになる。まさか、清光の病気が転移したとか？ああ、違います。清光くんは元気です。ですね。今日はそうじゃなくて、俺個人の大事な話をしたくて、聖華さんはほっと息を漏らした後に首をかしげてみせた。その仕草は可愛すぎて反則だ。この間、清光くんが、俺が父親だったらいいのにって言ってたでしょ？あ、すみません。清光ったら。頬を染めて、うつむく聖華さんに、俺は首をゆっくりと横に振った。真剣に考えました。
俺は、聖華さんと清光くんを、これからも支えたいと思います。できれば、家族の一員として。八十八さん。聖華さんが目を丸くしたところで、病室のドアが開いて清光が入ってきた。小さい体に大きなバラの花束を抱えている。花は俺が注文して清光に病院の玄関で受け取ってもらうように頼んだのだ。それまでに聖華さんに愛を伝えると約束して。清光から100本の赤いバラの花束を受け取り、聖華さんに差し出す。赤いバラの花言葉は告白。100本渡すのは 100% の愛。聖華さん、俺と結婚を前提にお付き合いしてください。聖華さんは顔を赤くしたまま、そっと花束を手に取った。そんな彼女の顔に満開の花が咲く。はい、八十八さん。よろしくお願いします。この世に完璧なものなんて存在しない。誰もが欠点を抱えている。だからこそ、完璧じゃない俺たちは諦めないこと、投げ出さないことが大事なんだ。何度折れたって、くじけたって、支えてくれる人たちがいるから、俺は新しく得た大事な家族を愛し抜く。この先に、どんな困難が待ち受けていようとも、絶対に諦めない。はい、フラワーショップ山本です。すぐに向かいます。俺の名前は山本俊。2ヶ月前に両親を突然失った。小学1年生の妹のルミは、俺の作った目玉焼きを口に運びながら、その表情は今朝もうつろだ。2ヶ月前のあの日、俺は一人で両親が営む花屋の店番をしていた。両親と妹のルミが出かけていたためだ。久しぶりに出かけてきたらと提案したのは俺だ。父が、ありがとうシュン。そういえばルミをしばらくどこにも連れて行ってやれてなかったものな。ルミ、どこに行きたいとルミに尋ねると、ルミは、フラワーパークと目を輝かせて元気に答えた。ルミは花が大好きなのだ。よし、決まりだ。今日はフラワーパークに出かけよう。父親がルミに優しい笑顔でそう答えると、やったとルミは大喜びして父に飛びついた。じゃあお母さんはお弁当作っちゃおう。母はルミの様子を微笑ましそうに眺めながら、ありがとうねシュンと俺にも優しい笑顔で声をかけてくれた。そろそろ帰ってくる頃かな。ルミ、いっぱい楽しめたかな。真っ赤な夕日が街を染め始めた頃だった。店の電話が鳴った。はい、フラワーショップ山本です。俺はいつものように電話に出た。警察です。ご家族が交通事故に遭われて病院に運ばれました。え？俺は病院まで走った。病院に駆け込むと、山本さんですか。警察官が待っていて、すぐに声をかけてきた。はい。俺は警察官に促されて病院内を足早に進み、そして一番奥の病室に通された。病室の扉を勢いよく開けると、そこにはベッドに横たわった両親がいた。お兄ちゃん。看護師に付き添われていたルミがすぐさま俺に抱きついてきた。ルミは震えている。医師が俺に告げた。午後5時43分、ご両親は旅立たれました。俺はルミを強く抱きしめながら呆然と立ち尽くすしかなかった。行ってきます。ルミはランドセルを背負った。ルミ、気をつけるんだぞ。ルミはこくりとうなずくと登校していった。俺も急いで着替えると駅まで走った。間に合った。どうにかいつもの電車に飛び乗った。まだ就職して間もないインターネット通販の会社へと向かう。一方通行を逆走してきた車との正面衝突事故でした。警察の声がよみがえる。ルミが無傷だったことは奇跡だった。俺は大学の経営学部を中退し就職した。経営学部に在籍していたのは将来
両親の営む花屋を継ぐつもりだったからだ。でもルミは未だ小学1年生。祖父母もすでに他界しており、誰を頼ることもできなかった。おはようございます。俺は定時ギリギリに会社に滑り込んだ。山本くん。席に着くや否や呼ばれる。上司の相川真由美だ。俺は急いで相川のデスクに向かった。君、何回言ったら分かってもらえるのかしら。この書類不備だらけ。至急直してちょうだい。申し訳ございません。すぐに修正します。俺はまた急いで席に戻る。早速書類に目を走らせる。山本くん。また呼ばれた。相川の声だ。はい。俺が相川のデスクの前まで行くと、相川は大きくため息をついた。君、仕事をバカにしているの？いつも同じミス。もういいわ。相川はそう言い捨てると、杉山くん、至急この見積書最初から作り直して。と、室内の一番奥の席に座る先輩に声をかけた。杉山先輩が走ってくる。俺は相川と杉山先輩に一礼すると席に戻った。少しほっとしている自分がいる。今日も朝から頭の中にもやがかかっているようで、どうにも集中できない。定時7時になった。お先です。俺は一礼すると、誰よりも早く会社を飛び出した。ルミの待つ私立の学童施設に急ぐ。学童の扉を開くと、部屋にぽつりと一人ルミが座っていた。ルミ、お待たせ。俺は片付けを始めている先生に頭を下げると、ルミに手を振った。ルミは俺の顔を見るとゆっくりと立ち上がり、ランドセルをつかむとうつむいたまま歩いてきた。先生がルミに声をかける。ルミちゃん、また明日ね。ルミは無言でうなずくと、そのまま扉を開けて俺より先に出て行った。先生、ありがとうございました。俺は慌てて先生に頭を下げると、ルミを追いかけた。家に着くとすぐに昨日多めに作っておいたカレーを温め直す。それと同時に洗濯機を回す。ルミ、今日は学校どうだった？俺はルミに声をかける。ルミは普通と答えたきり、うとうとし始めた。無理もない。時計の針は9時を指している。俺はどうにかルミを起こしてカレーを食べさせ、お風呂に促す。ルミがお風呂で眠ってしまわないかどうか心配で、俺はドアの外からルミに声をかけ続けた。ルミがお風呂から上がってパジャマを着終わると、俺はルミの髪をドライヤーで乾かす。ルミは無言で布団を敷いて横になると、そのまま眠ってしまった。俺は少しほっとし、ルミのランドセルから連絡帳を取り出し、保護者への連絡がないかどうかを確認し終えると、ベランダに出て洗濯物を干した。台所で洗い物をし終えると、シャワーを浴びる。ルミの横に俺も布団を敷いて時計を見ると、1時を過ぎていた。おはようございます。俺はいつものように会社に飛び込んだ。早速昨日やり残した顧客リストの更新作業を始める。山本くん。早速に声がかかる。相川だ。頼んでおいた顧客リストまだなの？相川の声は抑えてはいるが、その苛立ちは室内の社員全員に伝わっているだろう。申し訳ございません。今最終の修正をしているところです。俺はパソコンの画面を見つめたまま、入力する手を止めずにそう答えた。次の瞬間だった。目の前が真っ暗になった。気づくと俺は病院のベッドに横たわっていた。右手が温かい。視線を移すと、そこには泣きそうな表情のルミがいた。俺の手を両手で包むように握ってくれている。ルミ。お兄ちゃん。ルミは張り詰めていた気持ちが緩んだのだろう。大粒の涙を流して
横たわる俺に抱きついてきた。ルミの学校には病院が連絡してくれたのだろうか。担任の先生にお礼を言わなくちゃなと、俺は未だぼんやりしている頭でルミを抱きしめながらそう思った。山本くん。その時病室に入ってきたのは相川だった。俺は慌てて起き上がろうとした。そのままで。相川は起き上がろうとした俺を制した。俺はどうやら会社で意識を失い病院に運ばれたのだなとうっすら状況が見えてきた。あら、山本くんのお子さん？相川の視線は俺の手を握ったまま相川を見て表情をこわばらせたルミに注がれている。いえ、妹のルミです。俺はルミの手を握り返しながら相川に答えた。相川は続けて質問してきた。ご両親は？両親ともに2ヶ月前に他界しました。相川が絶句する。俺はあの事故の日以来のことを振り返るように話し始めた。相川は黙って俺の話を聞いていた。俺の長い話を聞き終わり、一度目を閉じた相川は再びルミに視線を移した。相川の目が一瞬見開かれた。相川がつぶやく。まさかあの時の？ルミも相川の目をじっと見つめている。相川はショルダーバッグから一冊の本を取り出した。そして本を開く。そこには四つ葉のクローバーのしおりが挟み込まれていた。ルミはその四つ葉のクローバーを目にすると瞬く間に驚きの表情に変わり、すぐに相川を見上げた。公園のお姉さん？やっぱりあなただったのね。相川は俺が初めて見る優しい微笑みを浮かべ続ける。あの時はありがとう。公園であなたが私にプレゼントしてくれた四つ葉のクローバーは押し花にしてしおりにさせてもらったの。ルミは相川の優しい声を聞きながらとても嬉しそうで、その目は輝いている。こんなルミを見るのはフラワーパークに出かけて行ったあの日以来だな。俺がまるで映画の一場面を見るように相川とルミの様子を眺めていると、間もなく面会の時間は終了です。部屋の外から看護師の声が聞こえてきた。俺はルミに声をかけた。ルミ、家まで一人で帰れるか。ルミが答えるより早く相川が答えた。相川くん、よかったら今日は私がルミちゃんを預からせてもらうわ。今日は金曜日。あなたは体を本調子に戻すことに専念して。ルミを見ると、もう相川と手をしっかりとつないで、俺にこくりとうなずいてみせた。相川さん、本当にありがとうございます。ルミをよろしくお願いいたします。俺は頭を下げた。相川はしっかりとうなずくと、ルミに視線を戻した。さあルミちゃん、お腹が空いたでしょ。お姉さんのお家に帰って晩ご飯にしましょ。何が食べたいかな？ハンバーグ。ルミは遠慮がちにそう答えた。よし、じゃあお買い物から一緒にしましょ。と相川はルミに笑顔で答えると、嬉しそうな様子のルミの手を引き病室を出て行った。相川さんとルミがまさか俺の知らないところで出会っていたなんてと、未だ信じがたいまま目を閉じると、俺はまたそのまま眠ってしまった。医師によると、俺は典型的な過労ということで、点滴治療を受けながら久しぶりに深く眠り続けた。ゆっくり体を休められたおかげで、俺は日曜日の昼過ぎに退院を許された。相川に連絡すると、すぐに迎えに来てくれるという返事で、俺は身支度を整え、退院手続きを済ませた。病院の出口を出たところで、目の前に赤い車が停車した。窓が開くと、そこには笑顔のルミがいた。お兄ちゃん。ルミ。ルミの後ろに相川の笑顔も見えた。
山本くん、お疲れ様。さあ乗って。はい、ありがとうございます。俺は慌てて後部座席に乗り込んだ。相川の車がスムーズに発車する。ルミ、相川さんの家でいい子にしていたか？俺はまずルミに声をかけた。うん、お兄ちゃんも病院でいい子にしていた？ルミの返事に相川が声を立てて笑った。相川くん、ルミちゃんって本当に優しくて賢い子ね。はい、ありがとうございます。それきり、ルミと相川の楽しそうな会話が続いた。ルミはすっかり相川に打ち解けている様子だ。俺はルミの弾んだ声を久しぶりに聞いていた。そして相川の優しげで優しい声も意外だなと思い聞いていた。家の前で車が停車すると、ルミが相川に言った。お姉さんも私の家に上がっていって。ルミ、なんてことを言い出すんだ。確か洗い物も全部残ったままで、洗濯物も山積みになっていたはず。いいわよ。相川がルミにそう答えると、やったとルミは満面の笑みで喜んでいる。俺は観念した。俺が部屋の鍵を開けると、お姉さんどうぞ。ルミが相川の手を取る。お邪魔します。と相川が靴を揃えて部屋の中に入っていった。万事休す。俺は恐る恐る部屋の中に入っていった。相川を見ると腕まくりを始めている。ルミちゃん、まずはお部屋の片付けから始めましょうか。相川がルミに笑顔で声をかける。はーい。ルミも相川の真似をして腕まくりを始めた。あ、俺も。俺がそう言いかけると、病み上がりの山本くんにまた倒れられたら大変。あなたには花壇の手入れを命じます。相川は笑ってそう言い、優しい眼差しを俺に向けた。かと思うと、相川はすぐに洗い物に取り掛かった。相川の隣には布巾を手にしたルミがくっついている。俺は庭に出て花壇の前に座った。花、久しぶりに育ててみるか。俺は花壇の土を整え、両親の好きだったバラの花の種を埋めた。俺が手を洗い、部屋の中に入ると、ルミと相川はきれいに整えられた部屋で仲良くおしゃべりしているところだった。相川さん、こんなにきれいに片付けていただいてありがとうございました。俺が頭を下げると、なかなかやりがいがあったわ。と俺を見て笑い、ルミに視線を戻すと、じゃあルミちゃん、そろそろ帰るわね。とルミに声をかけた。ルミは途端に悲しそうな表情になり、今日もお姉さんのハンバーグが食べたい。とうつむいた。相川はそんなルミを慈しみ深い表情で見つめていた。そして言った。よし、じゃあ今夜もハンバーグ作っちゃおうか。ルミちゃん手伝ってくれる？やった！ルミに笑顔が戻った。いただきます。ルミが早速出来たてのハンバーグを口にする。やっぱり美味しい。ルミは本当に楽しそうだ。そんなルミに相川は朗らかな笑顔で答えている。いただきます。俺も一口。美味しい。俺は楽しそうにルミと話す相川に今日初めて会ったかのように思った。夕食後、相川は手早く洗い物を片付けると、ソファーでルミにせがまれ絵本を読んでいる。ルミがよく母に読んでもらっていた本だ。間もなくルミは相川の隣で身を任せたまま眠ってしまった。俺はルミの布団を敷き、相川の隣で眠るルミを抱きかかえると、ルミを布団まで運んだ。相川さん、今回は本当にお世話になってありがとうございました。俺はルミの布団のそばに座って、ルミの寝顔を優しそうに見つめる相川に声をかけた。相川は立ち上がると、山本くん、体とルミちゃんを大切にしてね。明日からも会社でよろしく。と、それだけ言うと玄関に向かい靴を履き始めた。俺は
慌てて追いかけた。相川さん。相川が靴を履き終わり、振り返る。これ、庭に咲いていたスズランです。よかったら。俺がスズランの花束を差し出すと、ありがとう。相川は俺の手からスズランを受け取って、俺を知らない人でも見るような顔で一目見ると、そのままドアを開け帰っていった。次の朝、行ってきます。ルミは明るい笑顔で登校していった。俺は会社に向かう。おはようございます。席に着いた。山本くん？相川の声だ。はい。俺はいつものように相川の机まで走る。すると笑顔の相川が待っていた。山本くん、席替えよ。杉山くんの隣に。急がなくていいから一つずつ確実に仕事を進めていってちょうだい。それだけ俺に伝えると、そのまま商談へと出かけていった。俺が杉山先輩の隣に移動すると、先輩は温かい笑顔で迎えてくれた。おう山本、俺と一緒にのんびりやろうぜ。俺は先輩に頭を下げながら、相川の冷静な思いやりにも感謝した。その後、俺は杉山先輩のサポートに助けられながら、少しずつ自分の確実性を上げていくことができた。そして週末には相川がうちに訪ねてくるようになった。ルミは相川の訪問をとても楽しみにしていて、すっかり以前の笑顔を取り戻していた。相川の作ってくれる料理はいつも美味しくて、お腹とともに心も満たされる自分がいた。その日もいつものように夕食後、相川がルミに絵本を読んでいると、ルミは眠ってしまった。俺がルミを布団まで運ぶと、相川は玄関に。いつもは向かう。でも今日はお茶を入れ始めた。相川さん。俺は相川に声をかける。もう少しいいかしら。相川は俺に尋ねてきた。はい。俺はダイニングテーブルの椅子に座った。お盆にお茶を乗せた相川が歩いてきて、俺の前に座った。俺は相川の入れてくれたお茶を飲み、一呼吸置く。相川が話し始めた。ねえ山本くん、あなたご両親の花屋さんを継ぐつもりで大学の経営学部で学んでいたのよね。はい。俺には話の先行きが見えなかったが、相川は続ける。その夢叶えてみない？相川は俺の顔をまっすぐに見ている。でも、俺は予想もつかなかった相川の言葉に困惑した。相川は話を展開させた。私、会社の通販で花を扱うことを提案してみようと考えているの。俺は驚いた。でも相川の表情は真剣だ。確かに通販なら店番の必要はなく、今までより多くの人に花を届けられる可能性がある。でも俺は素直に自分の中に湧き上がった疑問を相川に尋ねた。新規事業の立ち上げには相当な時間とエネルギーが必要なこと、経験の浅い俺でもわかります。そこをなぜあえて。すると相川は遠くを見つめるような優しい眼差しになった。私ね、もう1年になるかしら。仕事で大きなミスをして一人公園でブランコに揺られているとね、隣のブランコにルミちゃんが乗ってきて、元気にはつらつとブランコを漕ぐルミちゃんが微笑ましくて、元気ねって私がルミちゃんに声をかけたの。そうしたらルミちゃん、お姉さんは元気じゃないのって。そうね、少し元気じゃないかなって答えたら、ルミちゃん急にブランコを降りたかと思ったらクローバー畑に走っていって、気になったから私がルミちゃんの近くに歩いて行ったら、ルミちゃん、お姉さん少し待ってて、四つ葉のクローバーがあったらお姉さん元気になれるからって。ルミちゃん、初めて会って間もない私のために四つ葉のクローバーを探し始めてくれたの。驚いたわ。こんな幼い子が私のためにって。でも
私も一緒に探していると、ルミちゃん必死で四つ葉のクローバーを探しながらもいろいろなことを話してくれてね。お家でお花屋さんをしていること、お父さんもお母さんもお兄ちゃんもルミちゃんもお花が大好きなこと、そんなお父さんとお母さんとお兄ちゃんをルミちゃんは大好きだってこと、ルミちゃんが元気のない時はお父さんがお花をプレゼントしてくれること、お母さんに四つ葉のクローバーも元気をくれるのよと教えてもらったこと、その時だった。あった。ルミちゃんの小さな手の中で四つ葉のクローバーが夕日に照らされていた。ルミちゃんはそのクローバーを私に手渡してくれて、これでお姉さんももう元気ってニコニコ笑顔でそう言うと、遠くで待つお母さんのもとにかけていった。私はそれから気分が落ちるたびにルミちゃんに出会った公園の近くの花屋さんで花を買っていた。フラワーショップ山本でね。この間は山本くんからもらったスズランの花束に元気をもらったわ。実は仕事がうまく進んでいなくてね。でもおかげで商談は成立してね。ありがとう山本くん。俺は相川の話に耳を傾けながら両親のことを思い出していた。スズランの合言葉は幸せの再来。俺も両親のように大好きな花を、そして元気をみんなに届けたい。俺、通販での花の販売挑戦したいです。俺は相川をまっすぐに見て伝えた。相川は優しく微笑み、大きくうなずいた。その後、俺は相川と共に企画書を練り、社内でプレゼンを行った。そして幹部会議の結果ゴーサインが出て、通販での花部門がスタートした。花部門はみるみるうちに業績を伸ばし、その結果花部門が独立することになった。俺は花部門として独立した会社を任されることとなった。今俺とルミはフラワーショップ山本のあちこちに花を飾り、相川の到着を待っている。今日は家ではなく店に来てくださいと相川には伝えてある。お兄ちゃんしっかりね。ルミが俺を見て楽しそうに笑う。こんにちは。相川が店に入ってきた。うわー、きれい。山本くんもついに独立だものね。もう私は必要ないわね。相川は感慨深そうに店に飾られた花々を見上げている。相川さん、いや、真由美さん。俺は声をかけた。真由美さんがゆっくり俺の方に向き直る。真由美さん。真由美さんは俺のこれからの人生においてなくてはならない大切な人です。俺と結婚を前提にお付き合いしてください。俺はバラの花束を差し出した。真由美さんは最初驚きの表情を見せたが、優しい微笑みをたたえて俺を見ると、はい、よろしくお願いしますと俺の花束を受け取ってくれた。そんな俺たちを見上げてルミは、やったーと俺たち二人に飛びついた。フラワーショップ山本で真由美さんに花束を渡したあの日から3ヶ月、俺は独立した通販花部門の新会社での仕事にも手応えを感じ始めている。ルミはというと、朝起きるとまずは庭に出て花壇に向かう。真由美さんが俺の部屋に初めて訪れた日、俺がまいたバラの種が芽を出していたのだ。朝日とルミのじょうろからの清らかな水を浴び、バラはすくすくと成長している。俺はその様子を見ながら植物の生命力を改めて感じていた。今日は日曜日。俺は初菓子双葉にまで成長した朝顔の鉢植えをフラワーショップ山本のワゴン車の後ろにたくさん積み込んだ。これで全部かしら。真由美さんが鉢の数の点検をしてくれている。ルミはそんな真由美さんの腕にぶら下がってニコニコ笑顔で真由美さんに甘えている。よし、じゃあそろそろ出発するぞ。はーい。俺たちはワゴン車に乗り込んだ。向かう先は交通維持施設だ。
俺とルミと同じ境遇の子供たち、みんな植物のようにその命を大切に育み、時間はかかってもいい、少しずつ成長してそれぞれの花を咲かせてほしい。花は元気をくれる。ワゴン車のハンドルを握り、後部座席に座るルミと真由美さんの楽しそうなおしゃべりを聞きながら、俺には笑顔の向こうに両親の安心した笑顔が見えた。何するんですか？やめて、服離して、離れてよ。さっきまで意識も朦朧としていた彼女だったが、意識がはっきりすると、同時にギリギリまで近づいていた俺に驚き、声を上げた。はだけたカーディガンで自分を守るようにくるみ、助けを求めて、俺から逃げようと立ち上がった。こんな時に胸触ろうとするなんて、最低です。変態。彼女は真っ青な顔に少し涙を浮かべ、俺を睨んでいた。俺は気持ちのままに動いてしまった。だって、目の前にこんな状態の彼女がいたら、やってしまったのか？俺は。しかし、これが俺と彼女を結ぶ運命の出来事となるのだった。嘘だよな。俺の名前は郷田正義。大手の会社でバリバリ営業を頑張っている。いや、頑張っていて、5分前に全てを失った男だ。1週間前、まず半年付き合った彼女に振られた。郷田くん、ごめんね。ミコね、他に好きな人ができちゃったの。ほんとごめんね。俺は恋愛経験豊富な方ではない。あれは、営業部で表彰された時だったか。誰もが知っている秘書家のアイドル、原美子から告白され、付き合い始めた。俺は喜ばせたい一心で、とにかく尽くした。そしてこの結果だ。情報通の同僚に、やめておけと言われ続けていた意味がようやく分かったのは、その翌日、美子はまさかの次期社長と付き合っていた。うちの会社の次期社長、つまり社長息子だが、とにかくイケメンとして有名なのだ。人気の芸能人と間違えられるほどで、会社内外から絶大な人気を誇っている。インフルエンサーというやつだ。万単位のフォロワーを持っているらしい。そりゃ、好きになってもおかしくないだろう。だが、時期が被ってようがなかろうが、俺への気持ちは24時間かからず、切り替えられる程度のものだった、と思うと、虚しさと惨めさが倍増した。仕事に生きよう。そう決めた矢先だ。俺はクビになった。俺を会議室へ呼び、歯切れ悪く理由と結論を話す上司は、俺と目を一度も合わせなかった。呼ばれた理由は、とてもわかりやすく、信じられない理由だった。俺は俺の知らぬ間に、会社の超重要顧客とアポを取り、すっ飛ばし、謝罪もなく過ごしていて、それを知った次期社長が事を収めてくれたらしい。意味がわかりません。アポなんて取ってないし、どう考えてもいろいろおかしいでしょ？次期社長は社員ではあるが、営業に一切関わっていない。俺との接点なんてない。接点？まさかとは思うが、ミコか？俺は、用済みと言わんばかりにもてあそばれたのか？100歩譲って浮気していても構わない。だけど、会社から追い出そうとするなんてあんまりじゃないか。部長、俺は本当に何も。すまん郷だ。社長の指示なんだ。俺に何の力もなくてすまない。お前なら、すぐに次が見つかるから。ああ、なるほど。カラスは白いと言われれば、白いんだな。そんな気持ちしか出てこなかった。お世話になりました。俺は上司の最大限の思いやりである自主退職の形を取り、会社を去った。
そして3日後、俺は付き合いのあった会社へ面接を受け、採用に至った。自主退職の理由をプラスに置き換えるのは簡単だった。場所も自分自身も心機一転。一から再挑戦したいというのは嘘ではないからだ。そうして俺の心機一転、仕事のみに生きる人生が始まるはずだった。浅井玲子です。以上ですが？まさかの同期がいた。しかも、とんでもない美人だ。クールというのだろうか。愛想というのは、みじんも感じられなかった。俺は、営業の人たちとは面識があったので、挨拶もフランクで済むのはわかるが、彼女、浅井玲子さんも、みんなに知られているようだった。浅井さんって有名なんですか？あれ？合田さん知らないっけ？社長令嬢だよ。前は子会社にいたんですけど、本社へ帰還ってやつですよ。営業を学びたいんだってさ。中途採用に同期がいたのは正直驚いてしまった。しかも社長令嬢。それに、浅井さんは目を奪うほどの美人だ。そんな彼女についたあだ名は氷姫だった。笑わず淡々と仕事をこなす姿と、社長令嬢であるということ。褒め言葉とも嫌味とも取れるあだ名で、俺はあまり好きにはなれなかった。しかし実際、職場で浅井さんが笑うところを俺は見たことはなかった。合田くんには研修期間は浅井くんと組んでもらいたいんだ。任せてもいいかな？今手すきの者がいなくてね。合田くんなら安心だからさ。いやでも、一応新人同士ですよ。確かに勝手知ったる会社ではあるが、さすがに細かい部分まではわからない。いや、もしかすると、社長令嬢の扱いマニュアルを作れということなのかもしれない。とにかく、安請け合いはできないと思い、答えを渋ってしまった。大丈夫。あくまで営業スタイルを見せてあげてほしいんだよ。君の営業って評判いいしさ。ここだけの話。合田くん、うちに来ないかなってみんな言ってたんだよ。心が傷だらけのところに、こんな嬉しいことを言われてしまうと、正直悪い気はしなかった。俺は顔がにやけないように気をつけながら、粛々と引き受けることを伝えた。合田さん、いろいろご迷惑をおかけするかもしれませんが、よろしくお願いします。ああ、こちらこそ。てか、浅井さん、一応同期なんだし、そんなかしこまらなくてもいいよ。いえ、合田さんは営業のスペシャリストと聞いてますので。誰が言ったのかとか、話を弾ませたかったが、姿勢の良い佇まいと、整った顔でじっと見つめられると、いたたまれなくなってしまう。もうこういう感情は、こりごりだったんだけどな。動揺が顔に出る前に、俺は仕事へ戻った。浅井さんの営業力は、普通といったところだった。だが、愛想笑いも特にない美人には、謎の説得力があるようだ。各所への評判が広まるのは、あっという間だった。合田さんって、営業だけやってきたんですか？そんなに楽しいものですか？楽しいか。難しいね。たまたま配属されただけさ。けれど、努力してきたって胸張って言えるかな。やっぱりね、お客さんから喜んでもらえると嬉しいもんさ。そういうものですか。常に一緒に営業回りをする日々も、そろそろ終わりだった。結局、浅井さんの笑顔を見ることは全くなかった。緊張とかでもなく、本当に笑わない人だったようだ。クールビューティーも素敵だと思うが、笑顔が見てみたかったのが本心だ。そんなことを考えてしまっているとき、突然思いもよらないことを浅井さんが言った。合田さんの前の会社、社長の息子さんも働いてるんですよね。どんな人ですか？今まで考えていたことがすべて消え去るくらいの衝撃だった。確かに、あの会社とは付き合いがある。けれど、社長の息子なんて気になるものなのだろうか。同じ境遇にあるから？いや、やはり知って何がどうなるものでもないだろう。俺は答えに詰まってしまい、あーと
考えているふりをしながら浅井さんの方を見た。いつも以上に俺の顔をじっと見つめている。見つめながら答えを待っている。俺は自分がされたことへの思いに無理やり蓋をして言葉を選び答えた。俺自身は面識ないから噂だけだけど、次期社長だからね。頑張ってるって聞いてたよ。あと、何かすごい人気のあるアイドルと顔が似てて。あのダンスボーカルグループですよね。そうそう。SNS もやってて話題らしいよ。そうなんですね。すみません、急に。浅井さんと出会ってから初めてテンションが上がっているというのを見た気がする。あんな奴の何が気になるんだ。この話を広げればもっと浅井さんと話せるかもしれない。笑ってくれるかもしれない。けれど、さすがに自分を陥れた男の話はできなかった。研修期間が終わった俺と浅井さんはたまに一緒に回ることはあるものの、仕事が別れたこともあり、会話は最低限のものになっていた。つまり、他のみんなと同じになった。浅井さんは相変わらずのクールビューティー。一緒に仕事をしていた時をすでに懐かしく感じてしまっていた。俺は書類整理のため、今日はひたすらパソコンとにらめっこをしていた。オフィスは静かで仕事がはかどるなと思った矢先、オフィスの外まで怒鳴り声が響き渡った。浅井くん、何をやってるんだ。とにかく急いで、誠心誠意謝って。はい。申し訳ありません。さっさと行きなさい。なんだ？みんなの視線をよそに、浅井さんは荷物を抱えてオフィスを出て行った。だいたいこういう時、何が起きたかは決まっている。営業先からの呼び出しもあるが、あそこまで言われるのはアポの時間ミスだ。電車じゃない、タクシー、呼んでどうにか。俺の横を通り過ぎる時、焦った浅井さんから聞こえた言葉。やはり予想通り、後者だ。課長、外回り行ってきます。合田くん今日資料終わりましたんで。俺は急いで車用車を正面へ回した。入り口前には時計を何度も見る浅井さんがいた。浅井さん、こっち。合田さん？車へ浅井さんを呼ぶ。浅井さんも相当焦っているのだろう。口は何か言っているようだったが、体が先に動いていて、助手席へ飛び乗ってきた。何時にどこ？13時に川田さんのところです。タクシーも呼べなくて、私運転ができ、大丈夫。そこは何度も言ってるから。浅井さんは資料確認しときなよ。話もそこそこに、俺は車を飛ばした。もちろん、法定速度だ。実は川田という人間は、ここ界隈の営業では、悪い意味で有名人だ。俺も前の会社で結構振り回された。その結果が、今の最短距離を編み出したんだが。この道ですか？そう。で、ここを曲がると、駐車位置もバッチリだ。嘘、間に合っちゃった。さ、頑張って行ってらっしゃい。はい、ありがとうございました。車を降りて、少し早歩きで、浅井さんは言った。時間には間に合うだろう。だけど、あの川田は本当に立ちが悪い。今の会社がどういう対応をしてきたかわからないが、俺は一抹の不安を抱えた。そういえば、助けるのに必死だったけど、笑ってはなかったけど、あんなコロコロ表情が変わる浅井さん、初めて見たな。焦っていたこともあるだろうが、なんというか別人のようだった。喋り方や振る舞い、何もかもがいつもと違って。こんな緊急事態なのに、あんな浅井さんも素敵だなと思ってしまった。俺は一度会社へ戻り、自分の席で適当にコンビニで昼ご飯を食べていた。すると2時間後、電話が鳴り部長へつながれた。おそらく浅井さんだろう。耳をそば立てて聞いていたが、どうやら俺の不安は的中してしまったようだった。電話を切ると部長に呼ばれた。合田くん、浅井くんのことありがとうね。いえ、あちら様は以前お世話になっていましたんで。
やはりそうか。ゴーダ君、悪いんだが残業頼めるかな。わかりました。浅井さんを一人にさせるわけにはいかないので。すまないね。新人音のことでね。ゴーダ君も新人に違いないから頼んだよ。その夜、親睦会という名の接待が行われた。新人って、ゴーダ君は散々見た顔だろうが、気が利かないね、まったく。ささ、浅井君、こっちに来なさい。営業の何たるかを、人生の先輩がきっちり教えてあげようじゃないか。ありがとうございます。つまり川田は、浅井さんを呼び出したかったのだ。クレームをつけて許すと言って、新人女性にお酌をさせる。よくある手口だ。美人だと噂が回っていた浅井さんなら、なおさらだ。おそらく、アポの時間の件もわざとだ。間に合ってしまったから、親睦会ということにしたんだろう。浅井さんはいつもの顔で川田の横に座った。いや、あれはいつもの笑わない顔じゃない。こわばった、怖いを我慢している顔だ。川田の手が机の下へ伸びていった時だった。いて！すんません。大丈夫ですか川田さん。いや、川田さんと久々に会えてテンション上がってんのかな俺。思わず足伸ばしちゃった。蹴っちゃって。酒こぼれてる。浅井さん、そこ変わって。俺拭きます。ついでにご指導ご鞭達を。おい、ゴーダてめえ。浅井さんは相変わらずこわばった顔をしていたが、俺の方を見て、軽く会釈をして席を離れた。俺は川田が音を上げるまで徹底的に絡みまくった。今日はもう終わりだと言わせるまで喋り続け飲み続け。川田はさっさとタクシーで帰っていった。まあ、これで当分は大丈夫だろう。なんとか終電までに切り上げられたな。川田さん、大変だったね。駅まで送るよ。駅までの道を歩き出したとき、ふわっと何かの花のいい香りが漂った。と同時に、浅井さんが俺の右腕に抱きついてきた。彼女の柔らかい感触が腕に伝わってくる。浅井さん？もう怖くないからさ。大丈夫。帰ろう。心臓の鼓動が激しく止まらない。いや、もう止まりそうなくらい血流が顔に集中する。腕の方は逆に神経を一切遮断しなければいけなかった。抱きしめ返しそうになる腕を必死で押さえ、抱きついたままの浅井さんをちらっと見た。ゴーダさん、ありがとうです。嬉しかった。見てしまったことを後悔した。散々な目に遭い、仕事だけに生きようと決めていたのに、抱きつきながら上目遣いでにっこりと笑って、自分の名を呼んだ彼女に恋をするなという方が無理な話だったんだ。浅井さん、俺、空いている片手を彼女の背に回そうとしたその時だった。吐きそう。確かそこにコンビニが。浅井さん、歩け。無理だな、こりゃ。ごめん。彼女を背負って、大急ぎでコンビニへ行き、店員に謝りを入れ、浅井さんをトイレへ押し込んだ。数分後、浅井さんはふらふらとコンビニから出てきて、そばのベンチへ落ちるように座った。まだ意識は朦朧としているようだ。先に買っておいた水も飲めないらしい。確か、乾杯の時しか酒飲んでなかったよな。こんなに弱かったなんて、ずっと我慢してたのか。気づかなくてごめん。助けたつもりで、助けられていなかった。俺の言葉は多分聞こえてないだろう。未だ気持ち悪そうにしている彼女を、まず助けないと。俺はペットボトルの蓋を開け、彼女の口に少しずつ水を流していった。無理やり口を開けるわけにもいかないので、慎重に少しずつ飲ませた。しかし、吐き気と同時に水を流してしまい、逆流した水で浅井さんのカーディガンががっつり濡れてしまった。しまった。ほぼ水とはいえ、このままじゃ、風邪ひいちゃうよな。濡れた服を着たままよりは、
脱いでしまった方が風邪はひかないだろう。浅井さんはそのまま寝てしまっているようだった。住所も知らないからタクシーにも乗せられない。とにかく風邪だけは回避するため、俺は意を決した。数センチ空けて横へ座り、浅井さんに触れないように手がつりそうになりながら、カーディガンのボタンを外していく。体のラインがはっきり出るタイプだ。気を抜くと触ってしまう。やっと一つ外せた。やりきった気分に顔が緩んだその時だった。キャー！何するんですか？やめて、服離して、離れてよ。さっきまで意識も朦朧としていた彼女だったが、意識がはっきりすると同時に、ギリギリまで近づいていた俺に驚き声を上げた。はだけたカーディガンで自分を守るようにくるみ、助けを求めて、俺から逃げようと立ち上がった。こんな時に胸触ろうとするなんて、最低です。変態。こんなの、川田のやつと一緒じゃないですか。彼女は真っ青な顔に少し涙を浮かべ、俺を睨んでいた。俺は自己満の気持ちのままに動いてしまった。だってあんな時間を耐え切ったのに、今にも風邪をひきそうな状態の彼女がいたら、やってしまったのか、俺は。一緒に仕事をした日々も、さっきの彼女の笑顔も、俺の気持ちもすべて終わった。俺はタクシーを呼んだことを浅井さんの背中越しに伝え、歩いて帰った。翌日、浅井さんは午後からの出勤だった。上司には報告と対策を講じるようにお願いした。仕事に集中できない。けれど、今度こそ仕事に生きる決意を固めるんだ。もういいんだ。今日はいつものスーツじゃないんですね、郷田さん。ちょっと汚しちゃってクリーニング。そこには出勤してきた浅井さんがいた。目を合わせない。そりゃそうだろう。俺の評価はもはや地の底だ。今、お時間よろしいですか？まだ誰もいない休憩スペースで、浅井さんがコーヒーを買ってきてくれた。俺から彼女にかけられる言葉はない。もう待つだけだった。本当に、すみませんでした。コーヒーをテーブルに置いて、彼女は折りたたむように俺に向かって、頭を下げながら叫んだ。あっけに取られている間に、浅井さんはその体勢のまま、言葉を続けた。今朝、目が覚めてから、だんだん記憶がはっきりしてきて、でもわからない部分もあって、半休を取って、昨日いたコンビニへ行ってきたんです。そしたら、昨夜の店員さんがまだいて、教えてくれたんです。郷田さんがしてくれたこと。いい人っすよ、ほんと。背中にゲロ吐かれてても、お姉さん背負って走ってきて、店暇だったんでつい見ちゃってたんすけど、水吹き出したからどうにか脱がそうとしてたし、なんかその後喧嘩してたっぽいっすけど、大丈夫っすか？まさか、全部見られていたなんて思いもしなかった。恥ずかしかったが、俺は少し救われた気持ちになった。私、たくさん郷田さんに助けてもらったのに、勘違いで、とんでもないことを言ってしまって。顔は見えないが、浅井さんは泣いていた。浅井さんが泣くくらいなら、嫌われていた方がマシだ。ほんと、酒弱いなら初めに言ってくれなきゃ。浅井さん顔に出ない系なんだからさ。それに、俺ならちゃんと言ってくれてたよ。これでいいのかわからない。でも、笑って終わらせたかった。浅井さんが気に病まないように。浅井さんは、ゆっくりと顔を上げた。俺の見つめるその顔は、昨夜と同じ、笑顔に涙が流れたであろう筋を残していた。ありがとう、郷田さん。俺はやっぱり、この人が好きだ。何が氷姫だ。こんなにも素直で可愛らしい人、他にいない。タイミングがおかしいのはわかってる。でも、俺は覚悟を決めた。浅井さん、俺は。郷田さん、私が抱きついちゃったのは忘れてくださいね。彼氏に万が一知られちゃったら。俺は、汗が溜まるほど握りしめた手から、ゆっくりと力が抜けていくのを感じた。そうか。浅井さんあの時のことは覚えていてくれたんだ。そうか。
彼氏か。こんな簡単なことも想像つかないだなんて。舞い上がっていたのか。笑わない美人には彼氏がいないとでも思っていたのか。自分にチャンスがあるとでも思っていたのか。そもそも忘れていたが、浅井さんは社長令嬢だ。合田さんが何か言うかもとか、そういう意味じゃないですよ。私の気持ち的に、彼に申し訳ないって思っちゃうだけで。焦った顔の浅井さんは、俺にフォローを入れつつ、前の席に座った。俺がきっと、呆然とした顔をしてしまったのを勘違いしたんだろう。切り替えるしかない。せめて今だけは、泣かせたくないって、今しがたした決意はまだある。浅井さんって、彼氏の前では、そんなに表情豊かだったりするのかい？氷姫ですか？彼氏が私の笑ってない顔が好きだって言うから、癖づけるために普段から気をつけてるんです。は？彼は知的な感じが好きで、黙ってたらそう見えるからって。私本当はすぐ焦るし、おっちょこちょいだし、笑いのツボ浅いし。そうなんだ。笑わないでくださいよ。合田さんしか知らないんですから。内緒ですからね。好きな人に嫌われたくないからか。まるで昔の俺だった。正直、その浅井さんの彼氏は好きになれそうにないが、浅井さんの気持ちが少しわかる分、余計に心がえぐられてしまった。いけない。仕事戻らないと。今日使う資料が。合田さん、本当にありがとうございました。また、よろしくです。ああ、俺もすぐに戻るよ。そうですか。わかりました。先に行きますね。浅井さん、気持ちに蓋をする時間を少しだけ欲しかった。そのためにも、最後に彼女に伝えておきたかった。ただの迷惑になるのは分かっているけれど、彼女が氷姫に戻る前に。合田さん？浅井さんは、笑った顔も可愛い人だよ。最後に、ちらっとだけ見つめた彼女の顔は、顔を真っ赤にし、両手で顔を押さえていた。目が細まっていたから、おそらく笑ってくれていたんだろう。笑顔を見ることはできなかったが、伝えられてよかったと思った。仕事に生きよう。って何度目だよこれ。俺はもう力が抜けきってしまった状態で、浅井さんからの卒業記念とも言えるコーヒーを飲もうとした。しかし、手が滑り、全部こぼしてしまった。未練たらしくなくていいさ。はあ。どん底まで落ちた人間は、あとは這い上がるだけだ。だから、強くなれる。そう言い聞かせて、日々を過ごした。だが、俺のどん底はここではなかった。数日後、そのどん底へ俺は落とされた。浅井さんは練習の賜物か、すっかり笑わない美人となり、淡々と仕事をこなしていた。そんな時だった。合田さん、聞きましたよ。川田に一泡吹かせたらしいじゃないですか。本当はこっちも強く出たいんでしょうけどね。あいつ、コネクションはあるから。営業という仕事柄、情報通はどこの会社にでもいるものだ。隣が情報通というのは、普段は楽しいのだが、この件は、もう思い出したくなかった。なので、俺は話せる範囲で会話した。まあ、それでもどうにかしてほしいですよね。あんなののご機嫌取りはもう。ほら、合田さんの前の会社の社長息子、そいつにかなり取り入ってるらしいんですよね。聞きたくない名前がどんどん出てくる。もう俺には関係のない人間だ。適当に話を終わらせよう。しかし、俺はもう地獄への淵へ向かって、背中を押されてしまっていた。その息子っての、あんまり評判良くないですよね。あんなのと付き合ってるなんて、浅井さん苦労しそう。合田さん聞いてます？だから、浅井さんの彼氏は、合田さんの古巣の次期社長。小声ではっきり、耳元で言われた。こんなことって、マジかよ。俺は思わず、そのまま声に出してしまった。すべての記憶が蘇り、
頭の中でぐちゃぐちゃになる。浅井さんが努力して好かれようとしていた相手があいつ。俺から全部奪っていったあいつ。大林真人だなんて。いや、でも大林は美子と付き合うことにしたはずだ。俺のことが邪魔になって会社から追い出したくらいだからな。ってことは、浅井さんとの関係は遊び？いや、遊びは美子の方か？頭がパンクしそうだ。せめて、あいつが恋人には優しい人間であってくれ。浅井さんに何かあったら俺は、そんな未来、考えないようにするしか、俺にはできなかった。地獄というのはどこまで続くのだろうか。ここ数日、浅井さんを見るたび、彼女の佇まい、表情すべてが、大林のためのものだと思うと、頭痛がした。外回りの途中だったが、どこかで少し休憩を取ろうと、ぼやけた頭で店を探しているところだった。突然、車のクラクションが鳴り響き、反射的にそちらを向いてしまった。どうも、お久しぶりですね、ゴーダ。俺の方へ寄せてきた高級車から、サングラスを少しずらし、こちらへ声をかけてきた男は、大林だった。助手席には美子が座っていた。やだ、なんか疲れた顔になっちゃったね、ゴーダくん。大林さん、美子。顔も見たくない。声も聞きたくない男だ。浅井さんのことが気になる。だが、この男のすべてを俺は拒絶していた。そんな俺に構わず、大林は喋り続けた。つかさ、仕事する気になれなくてさ、空いてる女の子誘って遊んでんの。って悪い。仮にもこの子、君の元カノだったね。やだ。マキトさんの一番はミコなんだからね。はいはい。ミコはほんと可愛いな。大好きだよ。大林はミコの背中に腕を回すと、ぎゅっと引き寄せた。浅井さんと付き合ってるんじゃないんですか？浅井？ああ、玲子のこと？よく知ってるじゃん。何？あいつのこと好きなわけ？え？そっか。玲子顔だけはいいもんね。わかるわかる。君みたいな冴えない男が惚れちゃうのも無理ないよね。でもさ、あいつぶっちゃけ顔しか取り得ないじゃん。川田もあいつの顔が気に入って酒の席用意したのにさ。それぶち壊すってどういうこと？玲子に営業成績上げさせてやれよ。質問の答えになってないですね。ま、親のつながりもあるし付き合ってるよ。黙ってれば俺のアクセサリー代わりにはなるからさ。ゴーダも思うでしょ。あれ横に置いとくと周りが羨ましがっていいんだよね。俺の言うことなんでも聞くしさ。便利な女が一人いると楽しいよ。笑うなって言ったの守るどころか練習までするとか。ほんとバカすぎてやばくね？ああ、今度はずっと笑ってろって言ってみっか。何それ、面白そう。ふざけるな。人通りの多い中でもかき消されないほどの大声で俺は叫んだ。彼女はお前の言う通りに本当の自分を消して生きているんだ。わかってるのか？それがどんなに辛いことか。全部惚れたお前のためだ。そんな彼女のことをお前はあれ呼ばわりするのか？どんなにクズでも惚れてしまっているなら仕方がないと思っていた。浅井さんの気持ちを優先した。だが、これは侮辱だ。許せない。今の俺はきっと鬼のような形相だろう。何？会社クビになった腹いせ？そんなんじゃ、玲子ちゃんに嫌われちゃうよ。なんて言ったって、玲子が惚れてるのは俺なんだから。マキトさん、違うよ。ミコとよりを戻したくて、マキトさんに当たっちゃってるんだよ。営業部のエースだったから、キープしといただけなのに、本気になっちゃってさ、ばっかみたい。もはや、こいつらが何を言っているのかわからなかった。玲子なら、バレないようになら遊んでくれていいよ。あいつは飾りにさえなればいいから、俺も好きなようにするつもりだからさ。そう言うと、二人はケラケラと笑い始めた。もう関わりたくないと心底思ったはずなのに、浅井さんのことを考えると、
このままにはできない。体はもう車へ飛びかかっていた。ウィンドウから手を突っ込み、大林の襟元を掴んで持ち上げた。てめえ、離せよ。お前に何ができるんだよ。なんもできなかったのはよくわかってるだろ。会社も、玲子のことも、俺の思い通りなんだよ。腹渡が煮えくり返っていた。立場で言うと、俺は大林より下なんだろう。けれどそんなことじゃない。彼女を侮辱することに我慢ならなかった。もう片方の手で、拳を作りかけた。その時だった。マキトさん。玲子？突然浅井さんが現れた。彼女も外回りだったんだろう。最悪だ。どこから聞いていたのかはわからないが、大林もまずいと思ったのだろう。車から降りて浅井さんの元へ向かった。玲子、お疲れ様。ああ、危ないからあっちへ行こう。あのゴーダってやつ、あの女の子の元彼でさ、付きまとわれてるって相談を受けてたんだ。そしたら今急に突っかかってきたんだ。玲子も危ないからさ。合田さん、その拳で殴るつもりだったんですか？否定できなかった。これじゃ、浅井さんも大林の言い分を信じるだろう。俺は自然とうつむいてしまった。視界の隙間から、大林と巫女のにやけた顔が見えた。立ち去るしか残されていなかった。笑われようと蔑まれようと、もう関係ない。うつむいたまま、立ち去ろうとしたとき、断末魔のような悲鳴が轟いた。ギャー！バカ野郎！何しやがる！合田さんが、そんなことするわけないです。浅井さんは、泣いているような怒っているような顔で、振った大きいペットボトルから炭酸ジュースをぶちまけていた。大林へ向かって、そしてそのまま、車へ向かい、中にいた巫女へ向かって、残りをぶちまけた。キャー！何すんのよ。うるさい、バカ。合田さんはね、優しいし面白いし、よく見るとかっこいいし、車の運転うまいし、私なんかのために本気で怒ってくれる。合田さんをバカにするな。我に帰った俺はいつの間にかできていた人だかりに驚き、とっさに浅井さんを抱えて急いでその場から離れた。あれからどれぐらい走っただろう。俺は浅井さんの手を引いて、とにかく走った。走ったけど、浅井さんは俺の手を振りほどくことはなかった。俺たちは適当な場所で一旦落ち着くことにした。奇しくもあのコンビニだった。ほら、浅井さんが泣かなくていいんだから。まだ赤い目をしている彼女に俺は言った。私全部聞いてました。本当は気がついてたから、あの人がどんな人なのかって。だからこらえたのに、合田さんのことバカにするなんて。俺のために浅井さんは勇気を振り絞ってくれたのだ。やっぱり浅井さんは素敵な女性だった。後のことなんてわからないのに、俺は幸せな気持ちでいっぱいだった。どうしよう。ジュースぶちまけちゃって、午後の仕事。確かに、彼女の服には炭酸ジュースがかかった跡があった。大丈夫。かかってるのは少しだけみたいだ。でもベタベタみたいだし、脱いでおいた方がいいかもしれないな。なんだかデジャブのような展開だ。けれど、あの時とは違った。合田さん。脱がせてもらえますか？私手もベトベトで。ああ。ベンチで両手を後ろ側へ置き、体を反らした浅井さん。俺はまた、極力触れないようにしてボタンを外していった。落ち着けと思いすぎたのか、逆に体がこわばってしまい、俺はついにやってしまった。今度は本当に、触ってしまった。ごめん。とっさに手を離したが、同時に浅井さんにその手を掴まれた。温かい。合田さん、ありがとう。私でいたいの。やっと勇気が出た。言っただろ。君は本当に素敵なんだよ。私本当にドジだし、おっちょこちょいだし。笑いのツボが浅い？はい。それに、好きなことは炭酸ジュースの一気飲みだし、
そんな私だけど、幸田さんはタイプですか？氷姫なんて呼ばれていた人はもういなかった。目の前にいるのは、俺の手をぎゅっと握り、じっと目を見て答えを待っている、表情豊かな女性だ。俺は全く、ベトベトしていない彼女の手を握り返し、彼女の肩を寄せた。ドストライクすぎるよ。浅井さんは目を丸くしたかと思うと、ぶつかる勢いで俺の胸に顔をうずめて、絞り出すように囁いた。好きです。きっと、俺の血流はすべて顔に集中していただろう。力の加減もできず、彼女の肩をさらに抱いた。地獄の底だと思っていた場所から、見上げた空はとても綺麗で暖かかった。コンビニの中から視線を感じたが、真っ赤な顔で確かめる度胸はなかった。あれから数日経った。登録のない番号から俺の携帯に電話がかかっていたが、仕事柄出ないわけにもいかなかった。聞こえてきたのは、忘れかけていたあの猫なで声だった。合田くん、私だよ、ミコ。ああ、よかった。私本当はずっと合田くんのこと考えてたの。ミコ寂しいの。また一緒に過ごしたいの。自分でも驚くほど、俺は冷静に対応できた。昔の俺は、こんなのをつなぎ止めるのに必死だったんだな。俺がさ、初めてプレゼントしたものって覚えてるか？たくさんくれたもんね。ヒントちょうだい。どこのブランドだったっけ？はは、たまたま通った露店で売ってたブレスレットだよ。猫かぶってかわいいかわいいって君が言ってたからさ。じゃ、元気でな。待って。お願い。社用の携帯まで調べてかけてくるとは。切羽詰まってるんだな。俺はミコの連絡先をブロックし、オフィスへ戻った。しかし、SNS って怖いよね。あっという間に拡散。うちに被害なくてよかったけど。隣の情報通は、堂々とネット動画を見ていた。タイトルは、ガチ修羅場に遭遇。あの時の炭酸ジュースぶちまけ事件が動画で撮られていたらしく、あっという間に広まったのだ。全員に一応モザイクはかかっていたが、SNS でもともと有名だった大林は、あっという間に特定されてしまい、表には出られない状態になった。週刊誌、ネットニュースでも散々取り上げられ、株価は大暴落。会社自体にも影響が出たことで、父である社長に見限られ、会社を去ったとのことだ。ミコにもモザイクがかかっていたが、ミラーに映っていた顔が拡散され、すぐに特定され、会社にいられなくなった。それで、俺にすがってきた、というわけだ。ついでだが、大林がいなくなったことで、川田も傍若無人な振る舞いができなくなったらしい。これは、元同僚の情報通が教えてくれた。もう彼らのことを考えることもないだろう。最近は本当に忙しい。特に彼女は、実は、浅井さんも特定されてしまったのだ。同級生が気づき、SNS でつぶやいたことで、あっという間だった。しかし、大林たちとは真逆の方向に、だ。美人すぎるだとか、成敗の仕方が可愛いだとかで、今や時の人となっている。各媒体からインタビューのオファーまで来ている次第だ。相変わらず、氷姫とは呼ばれているが、俺には分かっている。笑わないのは、もう誰かに言われたからじゃない。それは、彼女らしい、とても素直で可愛い理由だ。急に笑い出したら、嫌われないかな。しゅんとした顔でつぶやく彼女を毎日励ましている。少しずつ行こうと。まずは、デスクに炭酸を置き出したようだ。そういう発想も、また可愛いと思ってしまう。俺の中で、浅井さんはもはや、クールではなくなっていた。俺たちが付き合っているのは、まだ誰も知らなかった。やはり、彼女は社長令嬢なのだ。付き合うとなると、それ相応の準備がいる。俺は、この会社で結果を出すことを目標にした。浅井さんの目標は、自分らしく、仕事で結果を出す、だった。仕事で親を安心させたいらしい。全力で支えるつもりだ。
付き合いを内緒にしているとはいえ、昼食はいつも二人でとっていた。俺にとって本当に幸せを感じる時間だ。噂の美人。その正体はモデルではなく営業部の社員だった。すごいタイトルだな。あ、見ないでください。そのインタビュー、ほんと緊張してしまって顔が。美人だよ。友達の会社で断れなかったんです。誰もいない屋上で浅井さんの作ってくれた弁当を食べる。その横で同じ弁当を食べながら炭酸ジュースを一気飲みしている。はは。いい加減慣れてくださいよ。好きなんですもん。なら今度、ケースでプレゼントしようか。話の流れで冗談で言ったつもりだったが、勢いよく腕をつかまれた。ほんと？いいんですか？嬉しい。浅井さんは満面の笑顔を俺に向けて掴んだ腕をブンブンしている。こんなに素直で可愛い笑顔を見られるのは俺の特権だな。幸せを噛み締めつつ、彼女の頭を少し撫でた。彼女は上目遣いで少しあからめた顔でにっこり笑って俺を見つめている。ほんと、俺のドストライクだよ。きっといつかは彼女の笑顔を皆が知ることになるだろう。その時が来るまで存分に俺が独占させてもらうさ。偽りで手に入れられるものはある。地獄だと思えばそこは地獄となる。偽り続ければそれも真実となる。地獄でも生きてはいける。そして道は決まってしまう。俺たちは運が良かったのかもしれない。仕方のないことだと諦めていたのに、考えさせてくれる分岐点がたくさんあったからだ。こんなに大きなことはもうないかもしれない。だからこそ小さなことを見逃さず生きていきたい。今の自分でどんな状況でも少しでも笑顔でいられるように、少しでも笑顔にしてあげられるように。